Apple 公式の iPad 用アプリである Swift Playgrounds がアップデートされて、とうとう iPad で iOS アプリを開発、ストアへ公開できるようになりました。なので、今回は過去動画で Flutter や Vue プラスコロドバで作成したテキスト読み上げアプリを iPad でも作ってみようと思います。よかったら最後までご覧ください。テスト環境はこのようになっています。なお、iPad 第6世代にハードウェアキーボードとマウスを接続してコーディングしていきます。まずは iPad で Swift Playgrounds のアプリを起動します。このような画面が表示されますので、下の方にあるアップをタップします。すると MyApp というプロジェクトが作成されます。このプロジェクトを開きます。Hello World と表示されているだけのアプリのプロジェクトのようです。左上の×印の横のアイコンをタップします。MyApp と書いてある項目を開くと、アプリの名前などの設定を変更することができます。コードの項目を見てみると、現時点ではコンテントビュー、MyApp の2つのファイルがあることがわかります。変更を加えていくのはコンテントビューというファイルです。プラス印をタップすると、ボタンやラベルなどの要素を追加することができます。ただ、ここから追加するよりもコードを直接書いた方が早いので、個人的にはあまり使わないかなと思います。プラス印の横の点々点をタップすると、ヘルプを見たり、文字サイズの変更などができます。必要に応じて変更してください。冒頭にも言いましたが、今回作成するのはテキスト読み上げアプリです。デザイン、機能は以前に Flutter や Vue プラスコルドバで作ったものと同じにします。では、アプリのプレビューを見ながら早速編集していきます。まずはレイアウトを作成します。とりあえず不要なものを削除します。完成予定図を見るとわかるのですが、画面上部にアプリのタイトルバーを表示したいです。ナビゲーションビューというものを使えば簡単にタイトルバーを作ることができるのですが、ナビゲーションビューで作るとタイトルバーの高さなどをカスタマイズすることが現時点ではできないようです。なので VStack のままタイトルバーも作成します。テキスト、テキストフィールド、ボタンを並べていきます。テキストフィールドは仮として初期値をテストとしておきます。テキストフィールドに入力した文字を変数に格納できるように変数 MSG を定義します。ボタンに関しては実行する関数は後で書くようにします。とりあえず必要な要素は書けたので、先にテキスト読み上げ機能を実装します。
まずは AV ファウンデーションをインポートします。関数スピークを定義し、コードを書いていきます。引数テキストに記述された文章を読み上げるようにします。言語は日本語に設定します。警告が出ていますね。文章を読むと、この変数は使われていないので、変数名は不要みたいなことが書かれています。でも、すぐ下で使っているのですよね。こういう場合は一度プロジェクトを閉じて開き直せば治ります。多分バグだと思います。では、押すと喋るよと書かれたボタンを押すと関数スピークが実行されるようにします。テストだよ。テストだよ。このように喋らせることができました。では、基本的な機能は実装できたので、デザインを仕上げていきます。
テキストフィールドの枠線は現時点では色を変更できないようです。薄くて見にくいですが仕方ありませんね。位置調整のスペーサーを入れます。ボタンを押してスピーク関数を実行するのと同時に、ここに話す内容が出るよのテキストをテキストフィールドに書かれた文章に書き換えるようにします。テストだよ。テストだよ。いい感じです。ではソフトウェアキーボードで試してみましょう。入力は問題ないのですが、ソフトウェアキーボードを閉じるためには開業キーを押す必要があります。テキストフィールド以外の画面をタップするとソフトウェアキーボードが閉じるようにしたいのでコードを追加していきます。現時点では画面をタップしてソフトウェアキーボードを閉じるのは少しめんどくさいです。いろいろと方法はあるのですが、今回は Z スタックで実装していきます。
問題なさそうですね。今回は Swift Playgrounds というアプリを使って iPad で iOS アプリを開発してみました。 Swift UI はレイアウトの細かい調整ができなかったりと、機能面ではまだまだ十分ではないように感じました。またハードウェアキーボードとマウスは必須ですね。ソフトウェアキーボードではコードを書いていくのが非常に厳しいと感じました。外部ライブラリーに関しては Swift パッケージで導入することができます。残念ながら CocoaPods などには対応していませんが、 Swift パッケージは Apple 公式のパッケージ管理ツールなので、主要なライブラリーは Swift パッケージに対応しているはずなので、特に問題はないと思います。なお iPhone などの実機でテストしたり、ストアに公開するには Apple デベロッパーに登録する必要があり、現時点では日本円で年間12,900円かかってしまいます。しかし手軽に iPad で iOS アプリが開発できるようになったのはいいことですね。今回の動画は以上です。この動画が面白かった、役に立ったと思ったならいいねボタン、さらにチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。